あなたは自分の意思ではないのに人を殺してしまったらどうしますか？遡ること34年前の1988年5月、舞台は中国甘粛省白銀市。美しい女性の背後に迫る一人の男の影がありました。男は女性の自宅へ侵入し、強姦した上で殺害。さらに殺した後の遺体を数十回にわたってナイフで突き刺し、執拗にいたぶりました。同様の被害に遭った女性は全部で11人。被害者にはある共通点がありました。それは赤い服を着た髪の長い美女だということ。その猟奇的な犯人像に白銀市では赤い服を着て出歩いてはいけないという風潮ができるほど、世間を騒がせた殺人鬼の出現に警察も総力を挙げて捜査に乗り出します。しかし犯人が逮捕されたのは最初の事件が発生した28年後だったんです。赤い服の長髪美人ばかりを狙い11人を殺害した連続殺人犯。28年間捕まらなかった理由とは？その答えは多くの人には理解できない深層心理にあったんです。めっちゃ雪が降ってます。ケンちゃんです。1万年と2000年前から愛してます。弓矢美子です。違うじゃん。歌わないと。本日皆様にご紹介するのは、なんと中国で11人の女性が被害に遭ったという連続殺人事件について。赤い服着て歩いちゃダメなんて広まるぐらいなんだから相当注目された事件だったのかしら。見てみよ俺よ。俺も襲われる可能性あるってことでしょ俺。いや襲わないです、めちゃくちゃ返り血にするけどね。襲わないです、この事件ね、犯人のねやり口がすっごい巧妙だったとも言われている事件なんです、皆さんもね一体どんなやり方で犯人はね女性たちを襲っていったのか予想しながら見てみてください。まずはこの奇妙な連続殺人事件における全貌を見ていきたいと思います。そして奇妙なのはその手口だけではなかったんです。異常性癖。遡ること34年前の1988年5月、舞台は中国甘粛省白銀市。この町の女性たちを恐怖のどん底に陥れる奇妙な連続殺人事件が幕を開けるんです。最初の被害者はとある工場に勤めるバイという23歳の女性。長い黒髪の美しい女性でした。事件当日、バイはいつものようにお気に入りの赤い服を着て仕事から家に帰宅していました。そんな彼女の後ろに一人の男の影が。しかしバイは忍び寄る男に気がつかず帰宅。シャワーを浴び夜のリラックスタイムを過ごすとそのまま眠りについたんです。しばらくすると眠っていたバイは自分の部屋に人の気配があることに気がつきます。お兄ちゃん、いや違う。一瞬同居している兄かと考えたバイなんですが、見覚えのない男であることはすぐに分かりました。お兄ちゃん助けて。バイは隣の部屋の兄に助けを求めようと必死で叫ぶもその声は届かず、兄は大音量で音楽を流しており部屋の外の物音には気づくはずもなかったんです。一晩中流れ続ける音楽に紛れバイを押さえつけて凌辱する男。挙句そのまま彼女を絞め殺してしまうんです。どういう神経してんのこいつ。さらに男の異常な行動はこれだけでは終わらないんです。なんとバイを殺した後、その遺体を必要なまでにいたぶりナイフで全身26箇所をめった刺しにしたんです。さらに男はそのままバイの部屋を物色し、彼女のアルバムを発見すると夜通しその写真を眺めていたというんです。恐ろしい。どんな育ちそれ。気持ち悪い。何この人。めちゃくちゃ異常性癖。そしてこの後に続く犯行によって男のさらなる異常さが明らかになっていくんです。最初の事件が起こった1988年から2002年までの14年間、犯人は同じ手口で何度も犯行を重ねてきたんです。被害に遭った女性はなんと11人。彼女たちはそれぞれ赤い服、ハイヒール、長い髪の美人という共通点がありました。犯人はこの特徴を持つ女性を見ると衝動を抑えられず、自宅へ侵入しては強姦殺人を繰り返していったんです。殺した後に遺体をいたぶる習性も回を追うごとにエスカレートしていきました。全身刺し傷だらけというのはまだ序の口。耳や手など体の一部を切り取って持ち去られた遺体などもあったんです。そしてここで犯人の行動に不可解な点があることに気づいたでしょうか。男が逮捕されたのは最初の事件が起こってから28年後の2016年。しかし先ほど2002年までの14年間男が犯行を繰り返していたと説明しました。そう、男は2002年に最後の犯行を行って以降全くの消息不明なんです。その後はまるで連続殺人犯など存在しなかったかのようにパタリと犯行が行われなくなったんです。こ
れはもう私赤い服なんて着れないわよ。交換する服、なんでシャツ着なきゃいけないの私。俺今着とるんやけどな。ああ、すいません。でもバーテンダーっぽくてかっこいいじゃん。私はもうちょっとフリフリとした可愛いね。いや、一回も見たことねえわ。そんなことはいいとしてさ、うん衝動的にこんなさ人が変わることある？いきなりね急変したと思うんですけど、うん実はそこにはあるね一人の人間が関わっていたんです。理想の父親。連続殺人事件が起こり始めた1988年前後、白銀市へ一人の男がやってきました。その男の名はガウ・チェンヨウ。チェンヨウは甘粛省蘭州市で暮らしていました。実家は農家を営んでいたんですが、この家業はチェンヨウの性分には合いませんでした。農業もいいぞ。そのため彼は銅の鉱山の採掘が活発な白銀市へ出稼ぎに来たんです。チェンヨウは地元では高校息子として知られていました。8人兄弟の末っ子として生まれた彼は他の兄弟に代わって父親の介護を買って出たんです。病気の父親が亡くなるまで付き添った後は自身も結婚して2児の父親に。穏やかで優しい性格のチェンヨウに育てられた息子たちは国内の科学研究ユニットに勤務するなどそれぞれ優秀に育っていきました。チェンヨウは白銀市へ出稼ぎに向かいながらも息子たちには立派な父親の背中を見せていたんです。幸せな家庭を築く理想の父親。何を隠そうこのチェンヨウが連続殺人犯の惨劇に終止符を打たせた張本人となるんです。同時に彼にとってこの事件に巻き込まれたことは不幸な出来事だったと言っていいかもしれません。何者なのチェンヨウって一体どうやって連続殺人を止めるわけよ。ってことはさ、関係のある人物だったとかっていう話。大いに関係があるんです。あったのやっぱあるんです、り。犯人は一体何者だったのか、そしてチェンヨウはいかにして犯行を止めたのか、その真相は警察の捜査が進むにつれて明らかになっていくんです。意外な真犯人。2002年以降、一連の連続殺人は嘘だったかのように終焉を迎えます。しかし依然として犯人は見つかっていませんでした。難航する捜査を前にネット上では警察の無能さが指摘され始めるんです。最初は何気ない不満のはけ口だったはずが犯人探しが始まり、議論は相当な盛り上がりを見せていきました。これをサウスウエスト政治科学法学部の言いづれんなサウスウエスト政治科学法学部って言いづれんなの学生が取り上げ、正式にオンラインディスカッションの場が設けられることに。以降ページの閲覧数は583万回を記録するなど、ネットを介した捜査の行方は世間の注目の的になるんです。最終的に警察も協力するようになり、犯行現場の写真がアップロードされるなど、もはや国を挙げた大捜査に発展。そして2016年8月、連続殺人の真犯人はあっけない形で捕まることに。これだけ捜査されてて劇的な終わりではなく、もうそんなあっさり終わっちゃったわけ。もうびっくりしますよね、この連続殺人の逮捕はですね、劇的なものではなかったんです。もうなんか虚しいというかね、あっけないというか、もうそんな感じの逮捕だったんです。連続殺人犯の捜査が行われる中、チェンヨウはいつものように蘭州市で暮らしながら親戚が暮らす白銀市へ出稼ぎに来ていました。警察は事件が起こった白銀市で犯人の手がかりをつかむべく住民の指紋採取を行っていました。そしてチェンヨウの親戚もまた指紋採取の対象となったんです。この辺りで起こった殺人事件のために指紋採取を行っています。協力していただけませんかね。もちろんチェンヨウの親戚は2つ返事で指紋の採取を承諾。物騒ですね。いいですよ。チェンヨウの親戚を含む白銀市で一通りの指紋採取を終えた警察は、採取した指紋を持ち帰り DNA 鑑定にかけた。DNA 結果を目にした捜査官たちは互いに目を合わせ無言でうなずく。翌日警察が訪れたのは白銀市ではなく蘭州市の小さな民家。はい、何でしょうか。警察です。ガウ・チェンヨウさんですね。連続殺人犯の容疑者として逮捕状が出ています。ご同行願えますか。チェンヨウは特に取り乱す様子もなく、ああ、一連の殺人事件の件ですね。はい。私がやりました。実はね、白銀市でね採取したね、うんチェンヨウの親戚の指紋とか DNA とかのね鑑定によってね、チェンヨウが真犯人であることが明らかになったんです。そして次の瞬間、チェンヨウは異常性癖の殺人鬼とは信じられないような一言を発するんです。息子や家族に影響が及ぶようなことは避けたいんですが、なんでこんな落ち着いてるの彼は。普通さ否定したりとか終わってるもんじゃない。まあそうですよね、実はですね、チェンヨウは多重人格者だったんです。そしてそのチェンヨウがかかっていた多重人格っていうのは非憑依性と呼ばれるものだったんです。非憑依性。はい、というわけで本日のメトラキーワード、非憑依性、そして多重人格について。
多重人格障害には憑依性と非憑依性の2種類があります。憑依性はその名の通り何かに取り憑かれたかのような状態になり、人格が入れ替わっている間の記憶が全くないんです。一方、非憑依性の場合は人格が入れ替わっている間も俯瞰で自分の行動が見えている状態だといいます。チェンヨーは非憑依性の多重人格障害で、人格が入れ替わっている間の異常行動が自分でも分かっていました。しかし見えているだけでその時の行動はコントロールできないんです。彼はずっと犯罪を犯す自分を何とかしたかった。そのせいもあって2002年以降、まるで人が変わったかのように犯行が止まったのだと思います。殺人鬼としての一面も本当なんだけど、そういう優しくて穏やかな性格っていうのも本当だった。だから家族をああやって大事にしてるっていうのは何らおかしいことではなかったわけね。そうなんです。実はね、チェンヨーは犯行時の振る舞いにおいても非憑依性の多重人格がゆえのね、行動がね、あったんです。チェンヨーは犯行に及ぶ際に必ず返り血が目立たない黒い色の服を着ていたといいます。また衝動的な犯行とは思えないほど現場には一切の証拠を残していませんでした。遺体から切り取った体の一部なども全てわからないように破棄されていたというんです。だったら取るな、最初から。このように非憑依性多重人格への冷静さが捜査を難航させる一因にもなっていたんです。結局逮捕され裁判にかけられることになったチェンヨー。そしてこの時尋問を受けた彼の回答に周囲はまたしても目を見張ることになるんです。その内容はチェンヨーが覚えていた殺害時刻の正確さ。事件から数十年が経っているというのに、チェンヨーは女性11人を殺した日付と時刻を分数まで細かく覚えていたんです。これは何か記録を取っていたわけではなく、全て自分で記憶している内容でした。チェンヨーにとっての一連の事件は決して忘れてはいけないもの。彼にはそれほどに事件を起こしてしまった後悔の念が重くのしかかっていたんです。事件を起こしたことを悔いるチェンヨーの姿勢は被害者の遺族にも向けられました。裁判の後、法廷を後にしようとするチェンヨーは遺族に深々と頭を下げ、こう告げるんです。せめてものお詫びに私が死んだ後、臓器を提供しようと思います。多重人格さえなければほんと真面目な人に見えるはずなのにね。そうですよね。問題はやっぱりね、多重人格っていうね、そういうところなのかもしれないですよね。そして実はチェンヨーには生い立ちにちょっとした問題があったんです。幼少期のね、家族との関係からこの多重人格も引き起こされたと言われているんです。はぐれ者。遡ること58年前の1964年、チェンヨーは甘粛省蘭州市に生まれます。8人兄弟の末っ子として生まれたチェンヨー。彼は兄弟の中でも少し変わった少年でした。活発な兄や姉たちとは違い、チェンヨーは家にこもりがち。兄弟とも全く遊ぼうとはしません。大人になってからも兄弟とはまるで他人のような関係が続き、7人の誰とも一切の交流がなかったんです。実家の相続をめぐっては、チェンヨーと一番上の兄が相当に揉めたという話も。家族で金で揉めるのってもう嫌ですよね、本当に。チェンヨーが父親の介護を買って出たのは、はぐれ者である自分が兄弟たちから権利を勝ち取るためだったのかもしれません。計算だけな。このようにチェンヨーは幼少期から兄弟との間に大きな問題を抱えていたんです。多重人格障害は何かトラウマとなる出来事をきっかけにして発症することがあるといいます。その点チェンヨーは兄弟との関係にトラウマがあり、それが引き金になったと考えられるんです。チェンヨーがさ、問題行動を起こすようになったのは大人になってからじゃない？幼少期には何も問題もなかったわけ？幼少期にもね、あったんです。ただね、実際の行動にはね、移さないんですよ、普通は。ですが、この後、抑えていたストレスが爆発するような出来事がチェンヨーを襲うんです。大人になったチェンヨーは白銀市へ出稼ぎに向かうんですが、実はこれも彼としては不本意でした。チェンヨーは高校卒業時に大学を受験するも失敗。1年間浪人をした後、再度受験するもまた失敗と2度も受験に失敗していたんです。さらに家業にも向いておらず、路頭に迷った挙句出稼ぎを選んだんです。学業も家族との仲も全てがうまくいかない。この経験はチェンヨーにとって耐え難い屈辱となるんです。そして当時の白銀市の出稼ぎ労働者というのは決して待遇が良かったわけではありません。チェンヨーの暮らしもやはり貧しく、1日にパン1つしか食べられないような日も珍しくありませんでした。つらっ。白銀市にはあまりの貧しさから犯罪行為に走る者も多く、連続殺人のような残虐な事件もチェンヨーが初めてではなかったんです。こうした環境に置かれる中、おとなしかったはずのチェンヨーも徐々に自我を崩壊させていくことになるんです。白銀市の出稼ぎ労働は仕事に恵まれなかった人たちがもう最後に行き着くようなところだったってことよね。そういうことなんです。そして銅鉱山のね、その炭鉱的な需要っていうのはどんどん下がってたんで、労働者のね、扱いっていうのはひどかったんです。なので白銀市自体の
のね治安もね結構悪くて、それがねこうチェンヨーの犯行をねカモフラージュしたみたいなね、効果もあったんですよ。あまり目立ったの。そして2018年3月、チェンヨーに死刑判決が下されることになりました。チェンヨーは上訴する様子もなく、素直にこの判決に従ったといいます。そして2019年1月3日、死刑執行により、チェンヨーは54歳でこの世を去ることになります。しかし、彼がどれだけ頭を下げたとしても、死をもって償おうとも、遺族の怒りが消えることはないんです。この動画でメトラの皆さんに学んでほしいことは、どれだけ苦しい事情があったとしても、人の命以上に重いものなど存在しないということなんです。僕はこの事件を通してそんな当たり前のことをまた思い知らされることになりました。